善玉菌が、体に、増やすことっていうのはすごく体にとっていいって聞くんですけれども、どうやったら具体的にどういうものを食べたら、そのいい菌が人間に繁殖できるようになるんですか？そうですよね。まず最近ねプロバイオテクスっていう食品がね出てきてるのは、抗生物質によって減ってしまったものをまた元に戻さないといけないよっていうことに言われてるぐらいですね。でそれぐらいお腹の中にいる菌たちが人間にとって必要に生きるために、病気をしないために必要なんだということがもう微生物学会で発表されましてね。なのでそれを殺すっていうことは命を短くしたりとかもう本当に病気になりやすくなるよっていうことがもう医学界の方でも分かってきているわけなんですけれども、その菌っていうのがですね今日もお話しさせていただいて、口の中の舌とかそれから喉とか胃とか腸とか、っていうのは皮膚とつながっている一枚の皮であるということですから、まだ胃や腸は外であるということですのでね、その微生物が私たちの体に病原菌が入らないようにしたりとかいろんなことをやってくれてるわけなんですけど、気づかないですよね、そんな菌がいるなんて、それが私たちを守ってくれてるなんて。だけど実際の話コアラの話で言いますとね、コアラが食べる主食っていうのはユーカリの葉っぱだけなんですね。で木の上で生活してて水も飲まないんですよ。だからユーカリの葉っぱだけで生活する。中に 70% ぐらい水分があるので、だけど普通はユーカリの葉っぱって毒素だからどんな動物も食べない、でそれを食べて子供が生まれた時には当然そのユーカリの葉っぱは食べれないんですよね。でそのユーカリの葉っぱを食べれるように大きくなるまでにお母さんが4キロなのに子供は2キロぐらいまで背中におぶってるんですよ。でその子が大きくなるまで離乳食を食べさすんですね。でそれはお母さんだったらね私たち離乳食を作ったりとかするんだけども、動物の場合はその離乳食が作れないんですけども、お腹の中で発酵させるんですよ、ユーカリの葉っぱを。そして子供は本能的にですよ、口をお母さんの肛門のところに突っ込んでそれを食べるんです。うんちを食べるの。そうやって大きくなっていくんです、離乳食になって。でそしてそのコアラのお母さんの腸内細菌を食べて、そして、私たちのコアラちゃんのお腹の中で繁殖して、そして、腸内細菌が増えたらもう食べてもいいよっていうことでユーカリの葉っぱを食べられるようになるんですね。で私たちの赤ちゃんもお母さんから生まれた時にもらって、そしてそのお腹の中で菌が増えてからやっと離乳食が食べれるようになってっていうことでおっぱいから卒業するわけなんですけども、その間おっぱいからは白血球とかいろんな自分でまだ腸内細菌ができてませんので、腸内細菌が作る白血球が作れないわけですよ。だからお母さんの母乳の中で白血球をもらって風邪をひかないわけなんですけども、そうすると赤ちゃんは大きくなってくるとだんだんと自分の力で今度悪い菌たちとかが入ってきても自分で殺せるようになっていくわけですね。でそういうふうに人間の体にとって絶対必要な菌なのにそれを殺してた、悪い菌のことばっかり考えて腐敗をしたらダメだっていう、お腹の中が悪い菌ばっかりじゃないのみたいなね、そういうふうに便を見てるといい菌悪い菌がいっぱいいる人が病人さんが多いので、どうしても殺すということばっかりの医療だった。だけどそれが違うんだということが微生物学会ができてからやっと分かるようになってきて、で皮膚の方もですねいい菌ばっかりっていうか悪い菌ばっかりじゃないんだよと、いい菌がいるから悪い菌がつかないようにいつも自分たちの体を守ってるのが皮膚常在菌なのに、一番私たちが皮膚でねお顔で女の人は綺麗になりたいじゃないですか。いつまでも綺麗なままでいたい。
そこを消毒殺菌とかして、してしまうと皮膚の菌たちが死んでしまうと老化を早めたりとか、それから紫外線が入りやすくなったりとか、その皮膚状態菌たちは天然のクリームを作ってますから、皮脂や汗で。なのでそういうシステムが仕組みがですねそういうものを使うことによって、トラブルになったりとか悩みが増えてくるのではないかということですので、その菌たちを何を食べてるのかというと、やっぱり皮脂とかね、絶対菌が生きてるもんですから、だから生物なんですよ、生きてるものですから。なのでその菌たちが食べるものっていうのは皮脂とか汗とか赤を食べてるわけですね。なのでこの発酵食品というのは、その昔から植物系のものだった大豆を発酵させると、納豆になったりとかお味噌になったりとか醤油になったりとかするんだけれども、醤油や味噌は腐らないっていうのは発酵させてるから、微生物によって。なので微生物が作り出したもので私たちは食べたものを発酵させながら生きているわけですね。なので皮膚だって皮脂汗赤を使って皮膚を健康に保ってるんだけども、それが皮膚の菌を殺したら発酵する人がいなくなると、やっぱり皮脂や汗とかがいっぱい詰まっちゃって、毛穴の中にもいっぱいゴミが溜まって、それがいわば悪い菌たちとかカビ菌が餌になって炎症を起こしたりとかするんではないかということなんですよ。だからいい菌たちを殺さないで、特にお顔なんていつまでも綺麗でいるためには、そういういい菌たちの餌であるミネラルとか汗の成分であるとか皮脂の成分の脂肪酸、植物オイルと同じ成分なんですね。私たちは植物を食べていますからね、大豆や味噌とか食べてる。なのでそういう植物のものとか、それから赤といっても細胞ですからタンパク質、アミノ酸、そういった皮膚と同じような成分のものをですね使ってですね厳選して、アミノ酸でも一番こだわるのは京都のシルクの糸の、そうですね、はい、周りのセリシンじゃなくて中のフィブロインっていうのが抜歯しなくてもいい糸に使うんですね。人間の臓器と臓器をこう手術する時に、だけどそれがもう抜歯をしなくてもいいということは自分の肉になっちゃうっていうことですけども、人間の体っていうのは血液型違っただけでも異物反応が起こるんですよ。なのに植物の中でですねそういうふうに異物反応が起こらないっていうのは、やっぱり自然界のものでも人間に合うもの、そういうものを選んでなのでダチョウなんかもねやっぱり赤道直下ではダチョウのオイルっていうのは、そうですね。ダチョウのオイル、どういうオイルなんですか？ダチョウっていうのはですね、やっぱりもうまだ化学薬品とかそういう化粧品なんかない時代にですね、ダチョウっていう油を使うとですね動物性なんですけども、人間の肌を言えば治癒力が上がるというか、昔から薬のように使ってるみたいですよ。紫外線に当たったら早く戻そうとかね、とか森の中に入った時に皮膚が傷ついた時にそのダチョウのオイルを塗っとくとかっていうふうに昔から伝承的に使われているものっていうのは絶対意味があると思うんですね。なのでそういうものを使ったり、アルガンオイルもそうですよ。現地ではやっぱり薬のように皮膚のために使いますし、それからやっぱり人間というのは水も飲むし食べたりとかするとやっぱりちょっとカビなんかもね繁殖しやすいんですよ。腸が水気が多いですから。なので湿度の高い、日本なんか特に湿度が高いシンガポールもどちらかというと湿度が高い、湿度が高い時っていうのは結構やはりカビとかにもお腹の中の水の状態が溜まったりとかしやすいわけですよね。なのでどうしても心筋とかが繁殖しやすいのでそういうふうな状態の時に体調が悪かったりとかすると結構炎症が起こったりとかしやすくなるのは便秘とか下痢になるとちょっとブツブツ出たりとかするじゃないですか。
そういう時にですねプツプツ出たりとかする時にお薬で治すとかじゃなくてね、植物の精油を使うんですよ、エッセンシャルオイル。エッセンシャルオイルというのはもともと葉っぱとかね、ローズマリーとか、いろんな葉っぱがありますよね。葉っぱ系にはそういうウイルスとかカビとかが生えないように、そういう抗真菌抗ウイルス作用というものをもともと植物持ってるわけですね。でそれが精油になりますと、もうラベンダーが何キロに1滴とか、バラの花束これだけで精油は一滴だから濃縮してますから、やっぱりそういう真菌とか、その毛穴の中に住み着くのが結構粘膜とか水気の多いところ、粘りがあるところに結構カビ菌が多いんですよ。でそれに一番よく効くんですね。でアルコールとか消毒しても全くカビ菌にはだからステロイドしても全然逆に悪化するとかって言いますね。マラセッチや皮膚炎なんかなると。私今実際ここの目の上がなんかしばらくなんかこう、なんていうんですか、乾燥して痒いんですけど、そういうのもうそれはね人間はねもうカビとともに生きていかないといけないというかもうこの辺湿気だらけですから、なのでやっぱり免疫力が落ちちゃう。でそこのところお薬塗ったりとかするでしょ、そうするとねそこのところに皮膚上だけいなくなると、このカビ菌を殺してくれる人がいなくなるわけですよ。だからまた復活してくるっていうか、一時的にちょっと良くなったとしても、これは水虫ともうお腹の中のもうカビ菌っていうのは名前が違うばっかりで、感じたとかね、もう同じですよ。みんな皮膚からブツブツ出たりとか、この爪の横が赤くなったりとか、なんかもうそういうことをみんな調子が悪くなったりとかしたらピッと出たりとかするんだけども、でもそこのところを殺しちゃって少なくなってる。だまあ言えば消毒剤、私たちがカビだったとしたら消毒剤が来るところにいないでしょ。もっと奥に入り込むじゃないですか。それと一緒で奥の方に菌が住んでる。上に上がったら殺さず、だから化粧品使ってらっしゃる方っていうのはもう嫌だ、上に上がりたくないって、殺されるからってこんな感じなんですよ。だから皮膚は誰も治してくれない。だからそこにですね皮膚常在菌を呼びつけるためにはやっぱり常在菌は水分が必要ですから。で水分というか血液を食べて栄養源にしてますから、血液の近くにいるんですよ。だけどミネラルというのは血液の成分ですから、私たちの血の元ですよね。だからやっぱりそういうミネラルなんかを与えてあげて、飲む方がいいんですか？いや飲んだ方がいいし、また与えた方がいい。その与えるとだんだん乾燥しているところにはいないから、どんどん上に上がってきて、だからスチームパックをするんですね。先ほど言ったスチームパックっておとりみたいなもんなんですか？そう、おとりみたいな、そうまあでも湿潤療法というのはアメリカでもうやけどの治療が交通事故だろうが、もうどんなことでも殺菌しないっていうのはアメリカでは常識ですから、だからそれをやっぱりスキンケアではまだ湿潤療法がないんですよね。なので湿潤をさせていくことによって、そうするとやっぱり水分が多いところにいい菌たちだってここへやってくるわけですよ。そうすると上には赤もあるな、油も来てるなということで、そこでどんどんとホルモンを作るわけですけど、ホルモンの原料というのはアミノ酸とかミネラルとか脂肪酸とかそういうものを使って皮膚常在菌が作っていくわけなんですけど、まあ言えば皮膚というのは治したり修復したりとか怪我をしてもすぐ治せるようになるのは、そういう皮膚常在菌がいるから治してくれたりとかしてるわけですから、絶対乾燥させてはいけないということで、湿潤療法とかウェットドレッシング療法とか言われて、世界はこれからどんどんそうなっていきます。もうアメリカ中心でもう日本もほとんど変わりつつありますから。なのに遅れてるのはスキンケアまだ殺菌してるのかと。だけどやっぱり防腐剤とかそういうものを入れないといけないとか、油を分解する時に酸化防止剤がいるとかっていうことになってくると、どうしても化粧品っていうのは保持することばっかりで、人間の体のことばっかり考えてるのではないんじゃないかなと思うし、なのでやはり皮膚常在菌のことを分かれば分かるほど、ものづくりがどうしても結構行き詰まりますよね。行き詰まってきますね。行き詰まってどうしようかなと思うんですけど、だけどやっぱり油は
食品でもそうですけど天ぷら油が置いてあったとしても3年とか5年持つんですよあれ、油っていうのは。なので酸化することがダメなんですよ。加熱を当てたりとか、だから油を乳化させたりとか、そういうふうにこう形を変えてしまう。油の形を組成を変えてしまうことによって腐りやすくなるものですから、なのでとにかく自然なままにキープしておくことに一番いいし、基本的には、もちろん化粧品ともかくとしてもオイルを家で使う時でもいつも新鮮ないいオイルで加熱をなるべくしないで、そうだからドレッシングをお酢でドレッシングしてサラダにかけるとか、そういうようなことが非常に大切で、油を加熱してしまうと全部腐るわけですね。だから石鹸はほとんど加熱するんですよ。石鹸作るのは、みんな炊き出すんですねあれ。早く固めたいから。で私は6ヶ月以上かかって一切火を入れないんですよ。そうすると植物オイルのオーガニック、せっかくオーガニックの無農薬のものを使ってるのに火にかけて天ぷらみたいにしちゃってチンチンにしちゃったらもうビタミンとか酵素は全くなくなってしまう。だからそういうふうにこう一つ一つに生かしながらやっていかないといけないし、オイルウォーターがあるじゃないですか。あれはローズとアルガンオイル、上が下がローズのウォーターなんですけど、だんだんと植物っていうものをこう振っていくとね、必ずね植物系のいい菌がいるんですよ。植物っていうのは必ず。で発酵しようとするわけですね。でまた発酵することによって私たちの肌にとって非常に良くなってくる。なのでただ振り方によって例えばの話ですよ、ずーっと100回ぐらい振ってる人と3回ぐらいしか振ってない人だったら100回振ってる人の方が発酵しやすい。なのでそれによってものが違ってくるわけですよね。だけどやっぱりね自然なものは自然な形になっていくようにできててね、私が生きているなんていうのかな、生きてると覚えてる限りで冷蔵庫がなかった時代だって、ついもう人間がね50何億年地球ができて、で人間が生まれて10億年だって言われてる、生物が生まれて10億年って言われてて、その間のたった何十年間の間に冷蔵庫が出てきただけで、そしたらその昔の人たちはどうやって保存してたのかってことになってくると、発酵させたりとか勝手に発酵していくわけですよね。だからこう自然界のものをいかに理解していくかっていうことで、私は人間が作ったものあんまり信用してないですよ。もう本当に私たちは自然界、この地球で生きてるんだっていうことで、なので牛とか例えば象とかでもやっぱり土を食べていくわけですよね。ミネラルを食べていくわけですよね。そうやってね人間の体というもの自身もそうですけど、動物なんだということではね、人間にはちゃんと治せる力がある。犬や猫みたいにも怪我してても舐めて寝てる。やっぱりそういう底力みたいなものを持ってるんだから、もっと人間らしくやっぱり熱が出たら熱が出るなりの理由があるんだから、水を飲んで寝てるとかっていう自然療法というのはやっぱり東洋医学を重んじていくべきではないかなと、日本はそういうふうに思います。もう薬漬けになってきてる。だからこういうところで私は逆にシンガポールでも今のシンガポールはどうかわからないけれども、昔からずっと伝統的になっているものをもっともっと信用していくべきではないかなとは思うんですね。逆に湿気っていう意味では、日本もそうですけども、多分こっちが普通に考えたらこういう感じなので、もっとあると思うんですけど、例えば日本人として日本にいる人とここにいる人とどれぐらい肌のダメージがあると思われますか、菌によって。日本そうですね、やっぱり環境に合ってくるんですよね。腸内細菌でもパプアニューギニアとか行くと芋しか食べないっていう国がある。だから芋を食べることによって全て作っちゃうんですよね。ビタミンとかみんなタンパク質も全部使う。だから牛だってそうですよ。草しか食べてないのにあんだけ母乳が出たりとか、あれだけの体を草一つで食べるって
だからそういうふうに腸内細菌っていうのは作り変えることができるんですね。だから環境に応じてくるわけですよ。日本人もシンガポールに住むとシンガポールのご飯とかそういうものに対して分解するものを変化していきますよね。はい、ただやっぱり同じだと思うんですよ。アジアいろんなところアメリカもヨーロッパも行ってもやっぱり対症療法してたら一緒かなと思います。どんな環境のどこでも生きていけるんだけれども、やっぱり腸内細菌を殺していくということはまず一番に油が吸収できなくなる。水溶性か有溶性かって言って水溶性が吸収しやすいんですよ。だから油が分解できなくなるということは油を自分で作らないといけなくなってくるので、やっぱりコレステロール系になってきたりとかしますよね。だから詰まりやすくなる、毛穴がどんどん詰まりやすくなったりとかポリープができやすくなったりとかっていう、自分で油作っちゃうわけですよ、足りないから。だから例えばブツブツブツっとあるとかってなるとシンガポールだったらいやもう暑いからギトギトするのよねって思うでしょ、だから油いらないわって思うけど逆なんですよ。油が足りないから自分でどんどん作っちゃう。だから毛穴が詰まっちゃう。ゴボゴボできる、こういう T ゾーンとかのこんなところにガーッとできるんだからそこに植物オイルの精油の入ったものを与えてあげるんです。そうするとカビは嫌がるし、油が来たと思ったら例えば何の精油がこういう理由だったらいいですか？例えば毛穴、精油自身全てがみんな抗菌力を持ってるので何でもいいってことですか？何でもいいっていうか私ここに持ってきてないんだけれども、皮膚には皮膚あるんですよ。これは皆さんもIW で波動があるんですよ。チャクラという波動が。だからやはり場所的な波動がありますから、その波動に合わせたブレンドしたものがあるんだけれども、だから皮膚は皮膚、首は首っていうものがあります。これ真ん中正中線が全部ホルモンができるところで、顔にはねやっぱり抗菌力のある肌用に合わせてるんですね。そういうところをこういうところに塗っていくわけです。そうするとだからいくら消毒してもステロイド塗っても悪化するばっかり。顔的にはじゃあ何の精油がいいですか？精油はね私がもう全部ブレンドしてるのでブレンドしてます。私アロマテラピストですからなので全部ブレンドしてます。目の周りは目の周りの波動がありますし、で鼻でもねここが膵臓のツボでここは大腸って決まってるんですよ。これは婦人科系とかこの辺にブツブツが出る人っていうのはこれは腸でありそして大腸でもあるということですから、だからあるんですけども全部ブレンドしてます。なのでそういうふうに精油を使っていくことによってそういうだけどそれを悪い菌のことばっかり考えたらダメなんです。いい菌を育てながら悪い菌に殺すんじゃなくてこう抑えるように抑えてあげて、そしていい菌がカビを殺すんですね。だからそのためには絶対ベストウォーターが必要なんですよ。ベストウォーター、ミネラルが絶対必要ですね。水がなかったら生きていけないんですね。だけど先ほども言いましたけど石鹸だけを使うってもうそれだったらやめてくださいって言って、だってこんな塊毛穴の中にこんだけ塊があるわけですよ。油の塊が、それは自分たちが作った油ですよね。乾燥してるからどんどん作らないとしょうがないから、この油をね微生物が分解して細かく分解してね細かくして自分の天然のクリームに変えようとしないといけないのに、ただドーンと石鹸だけ使ってもアルカリしてもう押し出したらいいわってこれじゃダメなんですよ。だからまずは微生物をいい菌たちが乾いてるところにいないのでまずは水分を与えてどんどん来てってして、そしてそこにはいっぱい悪い菌たちとかカビとかがいるのでローズとかローズウォーターとかでこうカビたちの嫌がいい菌っていうのは中の皮膚のそうもう乾いたところにいないのでね。なのでいい菌たちをどんどんと活性化してあげて、そして悪い菌たちはそういう精油が大嫌いでね、今日もお話したバラとかほうれん草とかいろんな葉っぱ系の食べるものがみんなカビだらけ。今日はお野菜全部カビになったわってこんなことないでしょまず。
絶対ないはずですよ。でカビだらけのものなんてフルーツ見たことないですよ。そら中にはバナナのこの端っこカビる時ありますよ。そらだけど大概はね抗菌力持ってるんです。どんなものでもカビに負けない。だから私たちだって抗菌力を持ってるのはそれ善玉菌じゃないですか。その善玉菌を増やしてですね、そしてカビに負けないようにしたらきれいになる。そういうふうに皮膚とか腸とかのことを考えて、やっぱり基本的には何を食べたらとかじゃなくって、最低限にミネラルを与え、外からもそういうふうにして、善玉菌がいてたらカビ菌がバーッと来てたとしてもわーっと殺せる皮膚にしとかないといけないし、そして腸だってカビが増えないような、カビが嫌がるようなもの、わさびを食べたりとか生姜食べたりとか、こう食べるものだってその発酵食品を食べたりとかすることによって、それは生活の知恵ですよね。でもっともっとこの菌をってなってくると、特殊な菌を食べていくとやっぱりそれはそれなりに増えてきます。それはアンチエイジングにも関係してくるし、それはまた私の専門ですから、だけど一般論からするとやっぱり発酵したものを食べたりとかして、その腐るようなものばっかりを食べると腸が悪いのに、そういう甘いものとかはやっぱり良くない、というのはね、カビ菌はね甘いものが大好きなのね。だから甘いもの大好きな人はカビが多いっていうことはもうこれはね、もうチーズはやめられないとかっていう人はカビを呼んで甘いものが大好き。いやダメじゃないんだけど、もうカビが大好きなものがね食べたくなっちゃう。コントロールされるんですよ。もう分かります。みんなそうだから、みんなそうなの。だから甘いものを食べるとカビ菌に餌やってるようなものになるね。そうなんですか。でもね、それをね甘いものがね欲しくならないような食べ方っていうのがあるんですよ。それは何ですか？それはねもう次の回じゃなかったらもうその辺にはないものですからね。だけどそういうふうにしながら体の食べるものを変えていくことによって、結局病気を治すのは免疫で、全てが私たちは微生物でコントロールされてますから、病気になるのも微生物がいなくなるし、病気を治すのも微生物とかが関連してきてくれるわけですよね。そうなってくるとやっぱり善玉菌って大事じゃないかっていうことをまずは私は知ってほしいし、私は商品を売ってるんじゃなくてそういう知識をまず知るべきだと思うんですよ。腸内細菌とか皮膚常在菌がこういうふうに人間、私たちはこうやってねそれを知らずしてやってきたことがいかにダメだったのかっていうことになる。なのでそれだったらもう一回復活させようよっていうことから始めてね、だからもっともっと私のやるべきことっていうのはそういうことを体験したことももちろんそうなんだけど、やっぱり科学的にエビデンスで証明されて、そしてそういうものを世の中の人たちが知らなかったことを知ることが大事で、そしたらね何かが見えてくるんですよ。ダメこの菌を殺すようなことをしたらダメってこういうふうに見えてくるので、そのためにそしたらどうしたらいいのっていうことになってくると、一般論に売ってるものはちゃんとそこにそれを買いに行けばいいけど、世の中に売ってないものは私の会社に置いとこうとか、どこにでも売ってないものを食べなさいって言ってもどこに行ったらいいかわからないじゃないですか。だからそういうふうにしてみんなが考え方をちゃんと分かってもらえたら、その女の人が家族を持ったりとか、お父さんお母さんの面倒を見たりとか、子供とかご主人の全てやっぱり女性が中心なんですよね。その女性たちの意識を変えるために私はやっぱり伝えていこうかなとは思います。先生がこういうふうにはこういう美容に行き着いたのは、きっかけは？それはねやっぱり自分がもう皆さんっていうか普通に生きてましたよ。普通に。ただ人よりか体がやっぱり弱かった。でそれが自分の父親がですねやっぱり医療関係におりましてですね、本当に小さい時から可愛い子ほど過保護にするというか、もうとにかく熱が出たらすぐ病院とかってなるじゃないですか。それが余計にあだになってしまった。
ったんでしょうね。今から考えると自分がこういう病気になったと自分が弱かったとか自分の娘がそういうふうな病気で生まれてきたということは全部私は病気は手に取るように分かる。だから病気は何でなるのかが分からないとどうやったら治るのかが見えてこないんですよ。だから私は原因をしゃべるの。病気っていうのはこうやって原因があるんだよと。でその原因が分かってる。だからそれをいろんなお医者さんとかいろんな学者さんにいろんな話をするんですけれども、もう本当にその通りって言いますか、私が医者学者たちと違うところは理論的に分かっててもそれを実際に物まで作って、だってブレンドするんですよ。オイルを。オイルっていうのはオリーブオイル1個で売ってるでしょ。でもアーモンドオイルはアーモンドオイルでしょ。だけどブレンドするんですよ。だってこれが全部いるんだから。でそういうふうに言えば人間の体が正常に動かすようなものが必要だから、それだったら作らないとしょうがない。でそれで臨床を取ってきたんですよ。だから薬は副作用あるけど食事は副作用がない。副作用がないもので食事で体を治していく。治すのはその食事を食べて自分が治すの。だからそれで府立大学でどうしてもこれを臨床しようということで臨床して、その時に手を挙げてくれた人が府立大学の先生方みんな手を挙げてもらって、それで臨床して、そして結果を出して、だからどれくらい時間かかりましたか？やっぱり時間かかりますよね。人間の時間かかるっていうか、今私ができることはこれを食事でするんだけれども、やっぱり人間の体というのは腸が悪くあったら何食べてももうただのゴミになるだけ。本当に悪かったら病気の人っていうのは。なので腸が良くなるために時間がかかる、まずは。そして例えば私が今こういう事情があって、見ていただいた時に、やっぱりそういうことやったらどれくらい2年かかる。2年かかる。その代わり私の言う通りに毎朝、そんな難しいことじゃないんですよ。朝だけちゃんとする。そして昼と夕方は好きなもの食べてもいいです。ただやめなければいけないものある。これはダメだろうっていうのはそれはちゃんと喋って、そして2年かかる。日本ではそういうカウンセラーとかもやってらっしゃるんですか？もう毎日カウンセラーしてる。だから今は最近は不妊症が多いね。子供が産みたいって。だけど子供を産むために生理がないっていう人いる。生理を復活させるのに1年、そして準備していかないといけない。臓器も作り物ですからね。食べるもので作っていく。だから作って排泄してっていうことを一生やっていくわけですよ。だから生もんなんですよ、私たちの体というのは。で捨てていかないといけない。古いもので4ヶ月以上使えないんですよ、体というのは。だから4ヶ月捨てていかないといけない。だから毎日今日食べたから明日食べなくてもいいって、これではダメなのね。でそれで2年してもらう。そうするともう私の中でも全国でやってるから全部臨床が入ってるんですよ。でその人たちには皆さんご自分で買っていただいてるんですよ。だけどもう臨床ですよね、確実な。だからそれが大学の先生たちにとっては羨ましいっていうんですよ。ものすごい人たちが臨床して、そして結果出てて、もう血液検査に全部出てくるので、やっぱりその時は一応いろいろな一通り検査をして、皆さんがだから取り組むまでにまずは血液検査してきてくださいよって、そういうのが分かりやすいですよ。何も血液検査もないのに治ったとかいうのは感覚の問題でしょ。なんか気分が良くなったなとか、それだけじゃね何もならないので、まずは血液検査行って、あなたはどこが悪いのってそれから始めて、そして2年経ってね、そしたら結果が出てきて、すごいってこういうことになってくる。やっぱり感じますよね、いろんなところ。いやもうまず見かけから変わる。まずは、あら顔色良くなって、肌が綺麗になって、どうしたの、髪の毛も変わって、どうしたのってなってきて、骨がだいたいね1年かかるんですよ。1年から2年、ものによって10年かかるんだけれども、だけどだいたい1年か2年かかってくると背筋が変わってくる。だから歩き方まで変わってくる。だからそういうふうにこう全てが変わってくるから、
で性格が変わるね。健康になるから綺麗になってるから。性格がコロッと。だからまあ悪くなる人はあっても良くなる人ってあんまり見たことないのね。だから昔は温厚だったのにとか優しかったのにとか、あんなに人のことを気を使ってたのになんで頑固になったのとか、何あの暴言とかってこうコロッと変わる人っているけど、それはみんな知ってる。うちの親父ものすごく頑固になってきたとか気難しくなってきたとか、とかいうのは言うんだけど、これがまた昔に戻るってことはあんまりないんですけども、だから昔に戻ってくる。なのでやっぱり細胞は全部入れ替わって新しいものに作り変えるわけですよね、はい、作ってるんだから骨だって作ってるわけですよ、はい、だからもともと弱いっていうのは腸が悪いから栄養が入ってこないわけですから、腸が良くなったらどんどん骨の栄養が入ってくると骨も頑丈になってくるし、で遺伝子っていうのがあってね、遺伝子っていうものは形っていうのは決まってて、背のこう太り気味の人とか細気味の人もあるんですけど、遺伝子によって形があるんですよ。お父さんも小太りだったとかね、お母さんギスギスだったとかってこう性質みたいなのあるでしょ。だけどそれが昔細かったのに太くなったりとかっていうのは、これはちょっと体の調子が悪くなって老廃物が溜まってきたりとかするじゃないですか。だからそういう遺伝子のも元に戻ろうとする。遺伝子は遺伝子だから、ここには皮膚の形の上皮細胞に同じものが出来上がってくる遺伝子があるわけですよ、はい、だからそういう遺伝子も自身もちゃんと正常に戻るってまでもう学者たちが全部人間の体っていうのは入れ替わってるんだよっていうことも証明されて、世界でも証明されてる学者たちもいるのでね、やっぱりそういうことに基づいてやってきて、まあ今まで試行錯誤がたくさんありましたし、はい、これ2年にストレートになったのはもう本当に奇跡かなって思う、もっともっと長くかかってたものだし、だから最近は成功率がすごくよくってパーフェクトで、やっぱり2年にはもっと早い人だったら軽い人だったら1年とか。娘さんはちなみにその先生が研究なさってそうやって発見してから大体どれぐらいでうちの娘が完璧になってこれで大丈夫だって言ってからやったわけじゃないので、やっぱりうちの娘を臨床しながらですよね、もうありません、家族とかみんな臨床しながらやりましたしですけど、やっぱり若さもありますよ。それはある、やっぱり、絶対数がやっぱり20代と、だから子供さんを産むとするじゃないですか。だから40代で産むのと20代で産むのだったら20代の方が多いですよ。だからお母さんは健康な腸内細胞人よりか少ないから肌も悩みがあるし、人よりか腸内細菌がバランスが悪いからそれがうまく女性ホルモンが作れなかったりとか、なんかコレステロール系が高かったりとか、そういうふうに腸の状態が悪いからそういうような結果で出てるので、なのでそういう人たちにとったらやっぱり真剣に効きますよね。だからそういう人たちが結局自分の体を自分で治していくので、やっぱり真剣ですよね。真剣な人がやっぱり私の話を聞いてやろうかなという人はやっぱり自分自身がやっぱりいろんなことをやってきたけどっていう人が多い。だからね、健康でね病気もしたこともなくて肌も全然ね悩みなんてないんですよ、母っていう人はね他人事ですよあ、そうなのみたいな、いいこと聞いたわっていう感じ。だから今日の奥様方は結構まだお若いんですよ。あと10年ぐらい経ったりとかなってくると、やっぱり子供のこととかご主人のこととか自分のお父さんお母さんのこととかでいろんなことが入ってきて、そういう話を聞くと、あ、だからこうなんだなっていうことが見えてくるので、どうしたらいいかなっていう感じだと思います。今後じゃあシンガポール、今回は初めての来生なんですけども、どういう活動をなさっていく予定になってますか？そうです、私としたらですね、石鹸とかああいうスキンケアっていうのはお客様とのお出会いだとは思うんですけど、これもやっぱり出会いだと思うんですね。だけどやっぱり私にできることがあるかなとは思うんですよ、はい、悩んでらっしゃる方で、はい、でそういう人たちにやっぱり自分の体験とかですね、食事のとか腸内細菌のことを聞いて、そして元気になってもらいたいなと思うことは、やっぱり自分が
誘導されてきたっていうか、それは使命だと思ってますね。だから目の前の人のことを考えていこうかなと思います。だから自分からあえてあっちへ行こうとかこっちへ行こうって今までしたことないんですよ。デパートもたくさん本当に貸していただくのもオファーでお断りする理由はない。だけどできる限りのことはやりますというような形で広まってきてなんですけど。こちらではこれからじゃあもう販売始めた。これは今のは期間限定ですよね。いえずっと続くか。12月8日までって聞いたんですけど。今の状態はちょっと私も把握してないんですけども、ただ代理店さんなんですよね、今。なので彼たちも私の考え方とか、ただ商売でやるとかっていうんだったら私はもうお断りなんですよ。だけど彼らたちもやっぱりそういう考え方でどうしても広めていきたいとならば、私はもうどんなことがあっても一人でもお客様がそういうお話を聞きたいとならば私は来ていくつもりですし、ただそれが今伊勢丹さんになるか高島屋さんになるかわからないです。販路はわからないですけど、シンガポールにはもう代理店はありますので、もうそういうことはやっぱりたとえインターネットだったとしてもやっぱりお客様の前で私は喋っていくことはし続けることは変わりはありません。今だと例えば見た方が買う場合は日本で普通にオンラインとか、あと先ほど言ったデパートで売ってらっしゃるってことですよね。そうですね。で一番今これが一応最低っていうか、そうですね。化粧品を使って復活させないといけないので、とにかく善玉菌を増やさないといけないので、その毛穴の中のゴミを取るとかいう前に皮膚自身の表面を善玉菌を増やして、そしてそういう状態になってから徐々にそういう健康な肌になってくるとね、いらないものはちゃんとね、便秘と一緒ですよ。スーッと出るようになってくる。だからそのためのケアなんですね。だから菌がもういなくて殺菌ばっかりしてアルコールで拭いてクレンジングで取ってたみたいなもののところで善玉菌はまずいないでしょ。なのでそれを悪い菌がつくのを殺してるばっかりですから、そういうふうな状態から菌を増やしていくっていうことのケアをして、そしてそうするとまた次のステップアップなんかもできやすくなるので、まずはそうですよ、まずは最初の一歩ですよね。うちの商品っていうのはそんなにむちゃくちゃ高いわけじゃなくって、ただなんていうのかな、やっぱりローズを使わないと復活できないんですよ。いろんな精油を使ってきたけれども、精油っていうかローズウォーターとか使ってきた他のウォーターとか使ってきたんですけども、やっぱりミネラルとローズウォーターを使わないと、特にやっぱりカビ系なんかは日本もそうなんですけど、やっぱり心筋関係はやっぱり精油系を使わないと落ち着かないです。ただの油が来てるわけじゃなくて、なのでそこのところはうまくいくと思います。綺麗に。わかりました。ちょっとこれ使ってみてください。私ちょっといろいろと勉強して。はい、そうですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。綺麗になるというか健康になって、ああよかったって言ってもらえるためのものを作ろうと思ったわけで、その化粧品とは何ぞやこれを使ってこれを使ってこれを使うんだとか、そういうふうな私にはそんな防腐剤を入れないとダメだとか、そんなものは絶対ないです。だから全部自分で測ったりはしますよ。だけどよそ真似とか見真似モノマネとかそんなものは菌を殺すことばっかりだから、どんだけ菌を殺そうかっていうことばっかりを考えてるので、そんなことはまず参考にもならないし、ほとんど自己リサーチ、臨床とそう、もう臨床と大学で臨床。オーガニックっていう言い方もなんかさっきも他の人も言ってましたけど、オーガニックどころじゃなくてもかなりもう天然って感じですよね。そうなんですよ。オーガニックって何ですかってなると、植物オイルの種を絞ったものなんですけど、
そしたらそれを有機栽培とかで無農薬で作るものが植物オイルならば化粧品においてのオーガニックっていうのはオイルのことですよね。だけどそれを平気酸で抽出してどうするのとかいろんなことが入ってくるわけですけど、なるべくやっぱりでも私がオーガニックのものを育てて土耕してそんなことはできないので探すんですよ。もうとことんまで探します。だからブルガリアに行って本当に見てきて本当に 100% なのかということだから、そこまでしててもごまかされたらダメなので認証をちゃんと取ってもらったものでデータがちゃんとしたものしか使わないし、だからそうじゃなかったら信用っていうのがついてくるじゃないですか。私にとってやっぱり信じてくれてる人がついてるので、だからそこのところはやっぱりしっかりしていかないといけない。エビデンスなんかも出しますけれども、なんですね。すごいですね。いやすごいね。いやもうこういうね思いをね紙面に伝えたいんですけども、すごくなんかやっぱりこうやってね、さっきも言ってたんですけど、聞くのとねやっぱ紙面でっていうのってすごく難しいんですよね。いやもうでもそうやって書いていただけるだけでさせていただきますけど、ありがとうございます。本当にありがとうございます。